はいどうも、直樹です。前回はガード不能からガード不能ができるエディを紹介してきましたね。ガード不能で相手を一方的に蹂躙するのはとても爽快感があるのでおすすめです。さて、今回ご紹介するキャラクターは一時期殺人鬼だったファウストです。今回もプロフィールをピックアップして紹介します。詳しくは右枠に書いておきます。身長282センチ、体重55キロ、趣味不明、大切なもの不明、嫌いなもの不明という感じで、すべて謎な男なファウストです。実はファウストはギルディギアの1作品目から出ている解禁賞キャラクターになります。最初はファウストとしてではなく、ドクターボルドヘッドとして、参戦していました。紙袋も被っていませんでした。2作品目からは紙袋を被ってファウストとして参戦しています。キャラクターストーリーの方を紹介しますね。もともとファウストは世界的名医で温厚でとても善良な人柄の人間でした。ある日、ファウストのことを妬む人がファウストの手術を失敗して患者が死んでしまうように仕組みました。それが原因でファウストは気が触れてしまって殺人鬼となってしまいました。いろいろあって元通りの人格になったのですが、手術の失敗は仕組まれていたことに気づき、可能な限り命を救っていくという風に生きていくようになりました。キャラクター設定はこんな感じです。それでは格言においてのファウストですが、簡単に言うとランダムな飛び道具と一緒に戦う遠距離キャラクターとなっています。ランダムな飛び道具というのはこちらの何が出るかなになります。通称物投げです。こちら13種類の飛び道具が出せるようになっています。簡単に分類すると回復アイテム、攻撃アイテム、強化アイテム、毒アイテムといった感じになります。これらを使いながらファウストにとって有利な状況を作りながら戦っていくという感じのキャラクターです。またそれぞれに次の何が出るかなを使用できる制限のクールタイムが存在します。それではアイテムについてご説明します。一つ目はドーナツとチョコレートとちくわになります。これらはまとめて紹介します。ドーナツは取ったキャラクターの体力が少し回復します。チョコレートは取ったキャラクターのテンションゲージが少し回復します。ちくわはドーナツと同様にキャラクターの体力が少し上がって、チョコレートと同様にキャラクターのテンションゲージが少し回復します。つまり合わせ持った効果を持っていて、さらに取ったキャラクターのテンションゲージが上昇しやすくなります。アイテムは接触することでアイテムを取ることができます。これらのアイテムは、どちらのプレイヤーも取ることができます。これらのアイテムの使い道ですが、どちらかといえばファウストとしては外れ要素になります。なぜならこれらのアイテムは取られるか、もしくは時間経過でなくなるまで次の何が出るかなを使用することができない状態になってしまいます。ですので、ファウスト側は早くドーナツまたはチョコレート、ちくわを自ら取るか、もしくは相手に取らせるようにする必要があります。二つ目はチビファウスト、チビロボカイ、チビポチョムキンになります。これらもまとめて紹介します。基本的に全て上からふわふわと降ってきて、前方または相手キャラクターに向かって進んでいきます。それぞれ相手にヒットするとダメージを与えます。これらのアイテムはチビ系が着地するか、もしくは着地までに消えると次の何が出るかなを使用することができます。これらのアイテムの使い道は、チビ系を出し終わった後はファウストが自由に動けるので、一緒に相手に近づくことができます。また、ファウスト本体が攻撃を食らっても、チビ系は消えないので、ファウスト側は自由に動くことができます。仮に攻撃を食らったとしても、チビたちが相手の攻撃中にダメージを与えてくれるので、攻めた結果、反撃をされても大ダメージを避けることができるケースが多いです。かなり強いアイテムの一つと言えます。3つ目はハンマーと鉄アレイです。これらもまとめて紹介します。これらは相手にヒットするとダメージを与えます。ちなみにハンマーと鉄アレイはファウストにヒットはしません。このアイテムは上方向に投げて少し離れた距離に落ちてきます。ハンマーと鉄アレイが消えた時点で次の何が出るかなを使用することができます。使い道としてはコンボに組み込むのが多いのかなと思います。
こんな感じですね。4つ目は時限爆弾です。これは自分と相手にヒットしてしまい、ヒットするとダメージを与えてダウンさせます。爆発した時点で次の何が出るかなを使用することができます。使い道としてはコンボに組み込んだり、お互いにダメージを食らいたくないので、爆弾を避けて攻めてる状態がリセットされることが多いです。5つ目はメテオになります。投げてから3秒後に隕石が降ってきて、相手にヒットするとダメージを与えることができます。この隕石はファウストにはヒットしません。隕石が消えた時点で次の何が出るかなを使用することができます。使い道としてはメテオもチビ系と同様にファウスト本体が攻撃を食らっても隕石が降ってきますので自由に攻めることができます。6つ目はタライです。投げてから1秒後にタライが相手の位置に降ってきて相手にヒットするとダメージを与えられます。タライもハンマーと同様に消えた時点で次の何が出るかなを使用することができます。使い道としてはハンマーや鉄アレイと同様にコンボに組み込むのが多いのかなと思います。7つ目がコインです。投げると何回かバウンドして消滅します。相手にヒットした場合はダメージを与えて、さらにレレレの月の派生技のオイッスがラウンド中だけ強化されます。コイン消滅後次の何が出るかなを使用することができます。8つ目は毒ガスです。投げると毒ガスが噴出して、それにヒットすると毒状態になってどんどん体力が減っていきます。この毒ガスはファウストにはヒットしません。毒が噴出して少ししたら次の何が出るかなを使用することができます。使い道としてはコンボや立ち回りが楽になるかなになります。毒状態はファウストが攻撃を食らうか時間経過で治るので、できる限り攻撃を食らわないような立ち回りをしていきましょう。何が出るかなのアイテムはこんな感じとなっています。技自体の隙もかなり短いので、どんどん使っていきましょう。それらを踏まえるとファウストのレーダーチャートはこんな感じかなと思っています。攻撃力は普通からやや低め程度になっています。ただしそれらをカバーするほどの各種通常技や必殺技の性能があります。防御力は真ん中ぐらいになります。ただしいろいろ防御面はいいところがあります。例えばファウストはしゃがみ歩きというものができて、レバーを3方向または1方向に入力すると低姿勢のまま移動することができます。使い道としては打点の高い攻撃を避けたりすることができます。例えばこんな感じですね。機動力はどちらかといえば低い方かなと思います。近距離3、中距離4、遠距離4。基本的に遠距離にいて、チビ系やメテオが出た場合に近距離へシフトしていくという戦いも可能になります。もちろんそのまま遠距離を維持するのも一つの選択肢になります。近距離は強い技が少しあるのでやれなくはないです。チビ系やメテオが出た時は無敵状態と言っても正直過言ではないのかなと思います。中距離は強い技が揃っているのでファウストの距離の一つになります。基本的にこの距離で攻撃を引っ掛けることが一番多いと思います。遠距離は安全に何が出るかなを使用することができる距離になります。ファウストの戦闘スタイルはこんな感じかなと思います。ランダム性のある技を主軸に立ち回るので、それらを絡めた動きができた時はかなり面白いですし、また遠距離キャラとしても純粋に強いので、そういうのが好きな方におすすめです。さて、ファウストのカラー一覧はこちらになります。自分の好きなカラーを見つけましょう。そうしたらさらにキャラクターに愛着が湧くはずです。今回はここまでになります。次回は7色の瞳を持つ置き攻めキャラのイノになります。それではバイバイ。はい、動画の方は以上になります。ACPR のフリープレイが毎月最終日曜日の19時から、新宿スポーツランド本館で開催しています。初心者の方でも手取り足取り教えますので、少しでも興味があればお気軽にご参加ください。疑問などがありましたら、私の Twitter に DM や質問箱でご連絡ください。それでは、バイバイ。